Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Iwemizawa Mikasa Kaiwai The Best 12 Des. それでは早速 Let's get it started. 1. Polo Mui Drive in Tamula. 1972年創業12号線ホロムイのドライブイン。あえて1時過ぎに来てみましたが大人気のようです。こちらも視聴者さんのタレコミでね、カツカレーが美味しいということで見渡すとやっぱりカツカレーの注文率が非常に高いですね。これは胸が高鳴ります。しかも女子率高め。しかも女子もカツカレー食ってるんでびっくり。カツカレーはカツカレーおじさんに任せて、グリーンは日替わり定食。今日のおかずは串カツ、焼き鮭、ゴーヤの和え物。この串カツ美味しい。お肉も柔らかいし衣薄めのカリッカリ。これは大当たり。はい、おっちゃんのカツカレーも美味しいですね。銀のあれにカレーが入ってる。はい、魔法のランプスタイルでござい。そりゃ美味しいよ。だってカツカレーだからね。辛さは控えめ、お子ちゃまでもいける万人受けするカツカレーって感じかな。これでカレーをかけさせたらおいちゃんの右に出る者はいないってね。来た何言ってんだ、芸術的じゃないか。かけ方は最悪だけど美味しいカレーでよかったね。ああ、美味しかったので俺にこびりついてるのまできれいにいただきました。ってそれで食うかね。 2. Iwemizawa Ramen It Pay. 国道234号線沿いにありますラーメン屋さん。何かと世間を騒がせましたこの名前。一気に世界的有名な名前となりました。いや、有名になったのは間違いではないけれども関係ないからね、そっちの一平とは。あら、そう？はい、こちらは視聴者さんからお勧めいただいたお店なんだから変なこと言わないでください。はい、すいません。背脂醤油はストレートに醤油が感じられて、一口目からうまい。わかる。魚介は甘めの醤油にギョギョギョがしっかりとパンチ効いてて、こちらも一口目から美味しゅうございます。ってことは、はい、ちょっとこいつはますね。一口目から美味しいわ。後半ちょっときつくなってきちゃいます。例えるなら一見綺麗系田中みな実、磯野桐子、3時のヒロインの真ん中の子。確かにちょっと濃いな。付き合うタイプじゃないね。どの口が言ってんの？ Anyway、 このラーメン美味しいです。巷には濃い味が多すぎると思っている方には向きませんが、がっつりラーメンの持つ背徳感みたいな欲求を満たしてくれるラーメンね。それにしても日ハムが2位確定とソフトバンクにサヨナラ勝ちを決めた最高の気分での一平ちゃんでした。 3. Iwemizawa Raiden Shop Door. 岩見沢駅前のアーケード街にありますこちらの来電食堂さん。こちらも視聴者さんからのタレコミいただいたお店なんだけどもね。そうなんです。ホルモン塩ラーメンが美味しいっていうかめっちゃ昭和感気に入ったんですけど、ここザ昭和食堂行きだねこれ。確かに昭和ノスタルジック、いい感じよね。左とん平が冷や酒飲んでそう。確かにめっちゃホルモン美味しいんですけど。これはいいね。飯が進みますわ。独特な超甘いタレがもはや麻薬のように白飯とホルモンがオルタネートに食べらさる。わかる。このホルモンペラッペラだからインフィニティだね。塩ラーメンも美味しいよ。某道内有名塩ラーメンシティの塩よりも好きなタイプ。完全飲んだ後に食べたいラーメンって感じだけれども、二日酔いの朝にも飲みたいスープでもある。わかる。このガスコンロが懐かしくていいよね。やっぱこれっしょ。肉は鉄板で焼くのが最高さ。網焼きだと美味しい成分まで全部落ちちまうからね。なるほど。鉄板でジューッと焼き目をつけて美味しさを封じ込めちゃう感じね。おいちゃんにとっては炭火かガスかより鉄板か網かの方が重要だね。ガスでもいいの？いいの。だって美味しいでしょこれ。美味しい。焼肉の本場焼肉の本場韓国で10軒ぐらい美味しいとされる焼肉屋食べ歩いたんだけど、市場調査でね、網焼きの店なんて1軒もなかったからね。そうなんだ。歯磨きしながら働いてた店はいたけどそれ前も出てきたよね。柴田理恵にの店員さんでしょ。そうそう、よく覚えてるね。あれ何の時だったかな。焼肉よね。そりゃそうだ。今総集編編集してからそのうち出てくるよきっと。そうね。
これは絶対次回がっつり行かせていただきます系のお店。今回は挨拶程度しか食べなかったからね。楽しみ。4. Iwamizawa Okashi no Honda. 砂川に本店を構えます本田さん。和菓子、洋菓子、いろいろ楽しいラインナップがクリーンナップの流し台ね。懐かしいね。やっぱりやってくれてます本田はん。今年の秋は冬柿に四万十栗のジェラート。速攻で食いつく飯旅ーズ。こういう季節のフルーツやってくれるのが好きなポイントね。結構ねっとり系でいいですねこのジェラート。若干甘さが強い感はあるけど、四万十栗が私のお気に入り。でも真似したな。でもやっぱり本田さんといえばアップルパイじゃないですか。はいはい、このアップルパイはかなり上位のアップルパイですね。弘前アップルパイ選手権に出てもいい勝負できそうですね。音がすごかった。サクって幾重にも重なった層がいちいちサクサクっていうの。ああ、これは非凡。美味しいアップルでございます。なんといつまでなのかわからないけど LINE 登録でアップルパイがもらえちゃうの。なんて太っ腹。520円のアップルが1人1個ですよ。急げー。隣にあった栗のパイもうまそうだったね。なのよ。 5. Iwamizawa Tonali no Curry Ya Sang. 大丈夫って思ったよね。怪しかったですね。怖かったですね。マジ引き返そうかと思った母さんカレーで500円でしょ。うん。 100% 母さん一人でやってる系と思うじゃん。思うって違うの？じいちゃんカレーだったんだ。だけどねちゃんとしてるんですよ。まず水がね、これキンキンに冷えたボトルオブウォーターですよ。 Bottle of water. なんか非凡じゃないです。嬉しくなりましたね。はいって確かに嬉しいかも。からのこのカレーです。これうまい。美味しいの？うまい。500円で出すのはもったいないカレーです。なんかねあれに似てましたよ。パキスタンの無水カレー。パキスタン系？隣のカレー屋さん？そうそう、シャバシャバなんだけど肉感がパキスタン無水カレーっぽくてさ、結構肉が入ってんの。カレーっぽい味は全くしなくて、これは何って感じ。パキスタン無水カレーっぽくもあり、ハヤシっぽくもあり、デミっぽくもある独特なカレーだね。いや全然想像つかない。人生で2回目ぐらいじゃないかな、カレーに福神漬け入れなかったの。珍しい。必要ない。実は満腹状態で行ったじゃない。ラーメン食ったばっかでさ。はいはい。しかも寒つゆ杯飲み直後で全くのノンアペタイトだったじゃん。No めっ appetite. ちゃ行きたくなさそうだったもんね。まあそりゃそうだ。いや満腹のカレーきついじゃんか。きつい。完食ペロリでしたね。あんまりにも美味しくて嬉しくて、まさかの金払い忘れるっつうね。いや嘘でしょ。無銭飲食。あのおっちゃん何にも言わないからさ、マジ車屋の電池にかけたよね。よかけたさね。あれマジコント。そういえば金払ってねえわっつってほんと信じられないおやつだわ。ごっちゃんした。ちゃんと戻って払ったからね。そりゃそうだ。真顔でしたから。ニューヨーク Mikasa Taiko no Yu. 三笠道の駅の隣にあります太鼓の湯さん。ホテルも併設されているので利用客はいっぱいだけど、とにかく全部が広いので全く混雑は気になりませんね。リラックスしまくれちゃいます。とろうとした泉質と太鼓の木々に包まれた全6種類の浴槽。サウナは88度前後で広々20人サイズぐらい。水風呂は17度前後。木の浴槽で深いからしっかりクールダウンできるね。露天も超広くてめちゃくちゃリラクシング。す Relaxing. っぽんぽんで寝っ転がり放題の広々丸太ベンチ。丸太ベンチそんなのあったっけ。すっぽぽんで寝っ転がりはお行儀悪いぞ。全体的に滑りやすいのでお気をつけくださいませ。 7. Iwamizawa RG no Ichilei. 岩見沢の北側になるのかな。町外れにございます人気ラーメン。何を隠そうこちらは苫小牧の立ち飲み屋さんで聞き込み捜査した時のタレコミ情報で知ったお店。
そうなんです。立ち飲み屋の兄さんがね。日本一美味しい味噌ってね。いや、そんなの気になるに決まってるじゃないですか。ねえ。ってことでもう3回目かな。相変わらず人気ね。もう土平日の11時たくさんピーポー、次から次へとピーポーピーポーですよ。20人ぐらい並んでたけど、女性3名で手際よく切り盛りされてんで、めっちゃ回転早いです。目もあるぐらい。古代な表現はやめて。待つこと20分ぐらいかな。落ち着きの端っこ9番席へイエスネクストバッターズボックスで待ってる時念じてたんだよね。9番来い9番来いってね。9番ってなんで特番してんの？知らないけど多分9番だよね。普通は入り口から順番に1234ってつけるでしょ、特番って。そういうもんか。そういうものしたっけ。ビンゴ。ものの見事に端っこ9番席をゲット。思わずタイガーばりのガッツポーズよ。全部大げさ。やっぱ美味しかった。でも日本一ではないかな。今まで食べた2番目に優しいラーメンですね。一番優しいの？長浜家で、それ福岡。 8. Today's Katsu Curry. Mikasa. Mitsui Shokdo. なかなかこの地域でオープン待ちのお客さんはないだろうと思いきや、すでにカツカレーパイセンが3人と後から来た3人も3人のうち2人がカツカレーを注文。人気の昭和感たっぷりの食堂です。なんかいい感じだね。シャバめが大好きなのでこれはちょっとタイプじゃないんだけどなぁと思ったんです。ドロッドロじゃん。食べてるうちにだんだん意外といけるぞってね、告られて本当はタイプじゃなかったんだけど付き合ってみたらこっちが惚れちゃったみたいな。そういう経験終わりなの？あるでしょ。あるね。ないかい？あるか。あるね。そんなテイストの美味しいカレーですね。オアシスのキャベツ&マヨネーズがまたいい。そして働いている母さんたちの温かみがなんともいいですね。ほっこり安心する感じ。わかる。田舎特有のね。ちょいとおいちゃんには甘いんで辛さ調整させていただきました。どんだけかけるかね。しかも一味。結構いけるんだよ。ホットオイルは味が変わる感じがしてね。最近はこれさ。だから最近持ち歩いてないんだ。持ち歩かなくっても大概標準装備されてるしね。車のオプションか。いつの日か近所のこのスナックピーマンに行ってみたいですね。素敵。9. Iwamizawa. Laikyu. 裏路地にある人気ラーメン店。朝からやってるのが嬉しい。はい、初回ということでこれソウルフードっぽいラーメンなのかな。朝からじいちゃんばあちゃん兄さんも僕ちゃんもお嬢ちゃんもたくさんいらっしゃってましたよ。すんごいボリューム。たっぷりもやしが小谷にあった福兵衛を彷彿とさせますね。これは麺から食わには麺が伸びちまって食べきれなくなる系のラーメン。なるほど。攻略法は福兵衛と一緒ね。そうそう。でももやしは福兵衛のとは違って軽く湯がいたもやしがたっぷりなんだよね。ラード炒めじゃないんだ。珍しい味噌なのに。ジローみたいな味なしの蒸し野菜みたいな感じ？それともまた違うかな。これは腹ペコさんには最高なんでないかな。腹パンパンのラーメンでした。野菜たっぷりいいな。私も食べてみたい。また来る？来週来よう。 10. Iwamizawa. Tawuchi Soba Gen-an. 住宅街の奥に突如あります芸安さん。以前お邪魔してお蕎麦が美味しいのも確認済みであります。あとかき揚げも美味しいんだ。今回は視聴者さんからカツ丼も美味しいよって情報いただきましたんでね、裁縫でございます。相変わらず大盛況でしたね。そうなのよ。オープンすぐで満席。略してすぐ満。続々来る。はい、カツ丼盛りそばでござる。まあそうだね。でしょう。甘辛具合がちょうどいい。カツの厚さもしっかりあるけど柔らかジューシーなんです。ここは何食べても美味しい。ぽいね。カツカレーもうまそうだないや。そうよ。カツカレー一時にしゃい。私ずっと気になってるマトン唐揚げライスを。マトン唐揚げだ。そうマトン。マトンの悪夢が走馬トンのように蘇る。まあそうはいい。そこ感覚させ。まあそう言わずに言ってみまと。 11. Iwamizawa. Kamada Ya. こちらは岩見沢のソウルフードの鎌田屋さん。
相変わらず混んでますね。グリーンは初めましての鎌田屋さん。めっちゃ安い、早い、うまい。あれ初めてだっけ？そうだよ。札幌にこういうお店ってなんでないんだろうね。不思議。本当だよね。これっていいよね。本州だと結構あるのにね。ねえ、神戸とかめっちゃ安い蕎麦屋さんあったよね。だ、かけ270円、天そば350円とかね。これぞ日本の食文化でしょこのカレー150円だからね。う。すごいよね。天ぷらがちゃんと手作りで美味しいの。そしてこういうハレンチなことしちゃえるのも鎌田屋さんならではね。これいいよね。ラーメンもあるからこういういろんなバリエーションが楽しめちゃいます。邪道だけど他の店じゃこんなカリギュラ的なことはなかなかできないからね。カリギュラカリギュラ知らない？アメリカ映画カリギュラが由来で、禁止や制限をされると逆に興味が湧いて行動したくなる心理のことさ。なるほど。熱湯風呂の押すなよ押すなよって言われると押したくなるみたいなこと？それと同じにしていいのかなこれ。違うか。いいじゃんいいじゃん。これは便利ね。2人で腹いっぱい食べてアンダー1000円。こういうのなきゃダメよね。そうさ、三好野の餃子カレーがまさかの600円って恐ろしい時代になっちゃったからね。600円もすんの？餃子カレー？おいそれと手が出せない代物になっちまったぜ。ちょっと高いね。鎌田屋さんに札幌進出してもらにゃあね。賛成。てかやっちまった。カレーうどんあるあるのやつ。12. Iwamizawa Shishimaru Bakery. なんだかんだ言って岩見沢で脳裏から離れないのはここなのよね。そうなんだ。胃袋をわしづかみにされたスイーツがあるんだよね。ねえ、こちらは岩見沢駅前のお気に入りベーカリーししまるさん。名前が可愛いじゃん。でもなぜにししまるなのかな。忍者ハットリくんに出てくるちくわ好きの犬のことじゃないのかなと思うんだけども。それがなぜにパン屋さんの名前に？いやそれがね AI に聞いてもそれは分かっていませんって答えられちゃってね。そんなことにも答えんの？便利だよね。なんか怖い。ところがどっこい。やっぱ美味しいわ。オリジナルスコーン150円。これはマスト買い。おでんはクリームたっぷりのチーズパイがお気に入りさ。あれでも味変わった？随分とカマンベール寄りのチーズ風味になったね。ねえ、前はもっとクリームチーズっぽかったよね。進化したのかな。でもやっぱ美味しい。そして安いんだよね。面白い楽しい商品書いてあるもん。改札口で君のことを。多分野口五郎ですこれ。面白い楽しい商品開発も楽しいですね。そしてこれ胃袋をわしづかみにするクレープ280円。これはうまいね。これは大変美味しすぎる。もう近所にあったら私おデブちゃんになっちゃう。This absolutely get me fat ね。 This absolutely get me fat. だ Jakino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Meshtabi saw Shu Hen number 2 des. Otanoshamini. See you soon. 今回ね、グリーンさんが B カップですかみたいないただきましてね。ご想像にお任せします。憤慨してましたけど失礼な、私は G カップよっつって嘘でーす。G カップはいらない。だからそういう笑えるやつはね全然 OK ですよね、ちょっと寝起きでコメント見てね爆笑しちゃいましたね。っつって思わず唐突だなってそのまま突っ込んでしまいました。これ不公平なんですよね、女性ってさ何かとそのカップでね、何カップとかってセクハラ昔からあるじゃないですか。はい、セクハラと思ったことがない年代なんで、これ男に置き換えてごらんなさい。そうね、例えば A サック B サック C サックっていうのがあったとしたならば、それ女子にねあんた A サックって言われたことを想像してごらんなさい。そうだね、女子の心の中では心のつぶやきではあるでしょ。あ、
マジかこいつ A 作かよみたいな。あるあるあったあった。 A にも満たないみたいなね、ごめんなさい。それはねひどいですよね。ショックだぜあの方奥様は見てないのかな、動画一緒に。まあなんだ面白おかしくするために、書いてくれたひねってああいうの、そうそう。まああれ多分、要はあまりないおっぱいないねみたいなことじゃないのかなってそうでしょ、思ったんですけどね、ないんです。それをどう面白おかしく書くかっていうそうのですね。でああいう風にしてくださったんじゃないのかな。いや映像ではねないように見えるんですけど意外とあるんですよやめろ、必死にフォローしたら悲しくなるだろ意う。外と脱いだらすごいんですよ。ボンボンボンっつって。女子は絶対そういうこと言わないもんねやっぱりね男にはね女子の間ではすんげえ言ってると思うけど、はい、言ってましたね。言いますね。怖いですよ。女って怖いなって思います。へこむぜあんたは A サックでしょみたいな。